皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1099日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1170名、戦車19両、装甲戦闘車15両、砲34門、防空システム2機、ドローン194機、その他車両140両となっています。戦線全体では、1日で92回の地上戦の報告がありました。イギリス国防省は定期報告で、ロシア軍は近代的で専門的な作戦を行う能力を失い、高い死傷率に寛容で、質を捨て数を頼りに、基本的な戦術を使っていると、その衰退ぶりを分析しました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。トランプ大統領は金曜日にゼレンスキー大統領と会談し、鉱物協定を締結すると述べ、どんな話になるかはわからないが、これは1兆ドル規模の取引だとビッグディールであることを示唆しました。記者団から見返りは何かと尋ねられ、3500億ドル相当の大量装備と戦争継続の権利と明言し、ウクライナは優秀な兵士だが、我々の軍事装備がなければ戦争は続けられなかった。我々はウクライナを再び立ち直らせたいと付け加えました。これに対し、ボリス・ジョンソン元首相は、最新版の提案はウクライナにとって有益だ。唯一の明るい道だと指摘しました。同氏は、ポリティコのインタビューに、今回の案では、アメリカがウクライナを支援する義務を負うことが明記されたと説明し、続けて、第二次世界大戦時のレンドリース法に触れ、あれはひどいものだった。イギリスは完全に騙されたと語りました。ちなみに、レンドリース法は、1941年にナチスドイツの攻撃に対抗するために、アメリカがイギリスなどに武器を貸したもので、イギリスの場合は243億ポンドの債務、現在の為替で 4.5 兆円の債務が残りました。戦争終了後、イギリスは50年で返済することになりましたが、返済は6回延期され、その後 96% 免除され、結局10億ポンドの返済になりました。また、カナダも同様に武器を提供しましたが、イギリスは踏み倒しました。ジョンソン氏は続けて、しかし、イギリスはそれを乗り越えて、この協定の本当の意味が分かった。ウクライナはこの協定に署名することで、将来の明るい希望が開かれると述べました。2番目。このような情勢に対し、日本でイーゴル・ギルキンとして知られているロシアの愛国主義者で、現在投獄中のイーゴル・ストレルコフは、支援者を通じて手記を公開し、この取引は、ロシアにとって名誉ある幸福と言えるもので、応じれば、ロシアには何も残らないだろうと分析しました。ストレルコフは、この取引では、ロシアはアメリカに資源を提供し、代わりに、ロシアは中国と関係を断つことを求められている。一方、ウクライナと EU は敵対姿勢を解除することはない。つまり、ロシアは短期的な資金と引き換えに中国の支援まで自ら進んで捨てることになると指摘しました。そのため、ロシアは和平案に抵抗する意味で紛争を急激に激化させるだろう。そして、ロシアの強硬姿勢に苛立ったトランプ政権がこれまで語ってきた脅しを一つ一つ実行する。一方で、ウクライナの完全占領はできるはずもない。つまり、ロシアはチェックメイト、頓死となった。
この紛争の運命は今年中に決まると、ロシアの敗北が近いことを分析しました。3番目。そんな中でも、プーチン大統領やペスコフ報道官などは、米国は希少金属を必要としている。我々には、それが6億5000万トン以上ある。アルミニウム200万トンも提供すると、アメリカに魅力的な提案を行っています。これに対し、ロシアの軍事ブロガーたちは、口々に厳しい意見を寄せています。SNS では、ロシアは3年前、西側諸国の植民地化と戦うとスローガンを掲げて戦争を始めたはずだが、今は我が社のレアアースはいかがですか？アルミも取り扱っていますよ、と営業しているとか。すでに中国はロシアの原油を安値で買い叩き、植民地としてしまった。今度は金属を餌にアメリカの植民地になろうとしているのだろうか？と半ば呆れて冷笑しています。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、過去に海外で起きた事件を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。双方が攻撃と奪還を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最高気温-7度、最低気温-14度。今日の天気予報も曇りとなっています。今後、徐々に気温が上昇し、1週間後には0度前後の日が続く予報です。この方面で、ルシアン軍は10キロ先のスジャの補給線を目標に、西から攻勢を強め、兵力を投入しています。1番目。連日お伝えしているレベデフカでは、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍は集落に多連装ロケットを撃ち込んで、ウクライナ軍の動きを牽制し、その後、西側の郊外で攻勢をかけて、集落までの間合いを詰めました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍のトゥーラ空挺部隊のもので、レベデフカの集落の様子となっています。戦況図では、ルシアン軍が集落の直前まで奪還したとして更新しました。面積は2平方キロになります。2番目。ポグレブキでは、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍がサーモバリック爆弾を集落中心部と東側郊外に投射し、その後集落に突入し、集落を奪還しました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の第34自動車化ライフル旅団のもので、地図の学校の屋上で奪還を主張する旗を掲げているところとなっています。この集落は、1ヶ月前に、ウクライナ軍が全体を占領したところでしたが、戦況図では、集落の北側を占領地からルシアン軍が奪還したとして、南側はウクライナ軍の占領地を縮小させ、係争地に更新しました。奪還した面積は10平方キロになります。それ以外は戦況図に変更はなく、双方が攻撃を行っていますが、前進は確認されていません。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは1回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で11回、スバトベクレミンナ戦で6回、シベルスク周辺では地上戦の報告がなく、チャシフヤール方面は1回、トレツクの方向では10回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面でルシアン軍は絶えず攻撃を行っていますが、全般的に攻撃は停滞しています。
1番目。そのうち連日お伝えしているクピャンスクの南25キロのクルリャキフカ東にある地図の場所では、位置情報付きの映像によると、ルジアンは今日も方向を変えて機械化攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第92機械化旅団のアキレス大隊が撮影したもので、地図の場所でルシアン軍が5両の装甲車で前進しようとしている様子を観察しているところとなっています。この攻撃は、ウクライナ軍のドローンにより撃退され、ルシアンの軍事ブロガーも、無意味な攻勢と膨大な損失を前に、司令部を批判しています。戦況図に変更はありません。スバトベ・クレミンナ戦。スバトベとクレミンナの中間にあるマキーウカでは、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍が歩兵の突撃で前進を図っています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の大統領旅団の第4大隊のもので、地図の場所で突破を図る一人のルジアンの様子を FPV ドローンで観察しているところとなっています。突破は失敗し、戦況図に変更はありません。トレツク方面。この方面では、ウクライナ軍の小規模な反撃が徐々に拡大し、奪還につながっています。そのうち、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が中心部に向けて地上攻撃を行い、ルジアンを大きく後退させました。ご覧いただいているのは、ルシアン側の撮影したもので、地図の場所にいるウクライナ軍の装甲車両となっています。攻撃の方向については議論がありますが、前日から当日にかけ、ウクライナ軍が市街地でドローンにより帯状に攻撃を行っていることから、北西の方向から攻撃を行ったと考えられます。戦況図では、そのルートでルジアンの占領地を 1.5 キロ縮小させ、係争地に更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では27回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で13回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ルシアン軍の攻勢の勢いは弱まり、ウクライナ軍が局所的に反撃に転じています。この方面に配置されているウクライナ軍の第117機械化旅団のステパニューク報道官は、陸軍テレビで、この方面の戦況について、敵は、この方面でロバを使って弾薬を運んでいると述べ、今月後半の攻撃で、装備に大きな損失を被ったため、もっぱら歩兵で攻撃を行っている。規模は様々だが、毎日決まった時間に攻撃していると報告しました。また、ルシアン軍の従軍記者も、ロバの使用について伝えていて、ロバを使うのは自然でごく普通のことであると力説しています。1番目。西側正面のウスペニフカでは、長らく集落中央の並木道を挟んで両軍が対峙していましたが、ウクライナ軍が反撃してルジアンを後退させました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の場所で破壊されたルシアン軍の車両が再利用できないように処理している様子の一部となっています。戦況図では、ルシアン軍の占領地を500メートルほど縮小させ、1月12日のラインまで後退させました。2番目。反対にザポリージャ村では、23日の動画で、一旦、ウクライナ軍が反撃を行ったとお伝えしましたが、その後、複数の情報によると、ルジアンが再占領を目指して攻撃を行い、集落の西の端まで前進しました。戦況図では、1キロほどルジアンが前進し、ウクライナ軍は集落西の陣地に下がったとして更新しました。それ以外のポクロフスク周辺のルジアンの攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありません。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面で、ルシアン軍は、ポクロフスクより優先順位を上げて攻撃を行い、ウクライナ軍は、守りやすい場所に後退して防衛を行っています。
1番目。コスティアンティノピルでは、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍が集落にドローン攻撃を開始し、市街戦が近いことを示唆しています。戦況図では、集落の東側の半分を、係争地の拡大として更新しました。コスティアンティノペルは、集落の北と東に川が流れているため、今のルシアン軍では、歩兵による突撃を行うしかなく、機械化攻撃は南東からしかできない場所となっています。さらに、その南東側は、平地が広がり、攻撃車両が早期に発見され、撃退されやすい地形となっています。2番目。ドニプロエネルヒアでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍のドローンが、ルシアン軍の装備を狙っているところが観察でき、おそらく偵察部隊だと思われますが、ルシアン軍が集落の近くに進軍していることが示唆されます。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の場所の様子となっています。その他の情報を総合すると、ルシアン軍は、スクドネの東西と、モクリアリー川の東の3軸で攻勢を仕掛けていて、戦況図では、それぞれの攻撃軸でルシアン軍が前進したとして更新しました。面積は、合わせて3平方キロになります。3番目。また、未確認の情報ですが、ルシアン軍がノボーチェレツベートを占領したとの情報があり、こちらは確認が取れれば戦況図を更新します。ウクライナ軍は防衛線に下がって防衛を行っていると考えられます。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面でルジアンは3回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。その他、ウクライナ軍は開発中のトロカという名前の水中ドローンを発表し、公開しました。トロカは3バージョンあり、全長 2.5 メートル、航続距離100キロ、弾頭50キロの TLK150、全長5メートル、航続距離1200キロ、弾頭500キロの TLK400、全長12メートル、航続距離2000キロ、積載量5000キロの TLK1000 があり、通信用に小さな水上部があるのが特徴です。ちなみに、通常の魚雷の射程は50キロ、弾薬重量は300キロ程度ですので、かなり大型になっています。3D ソナー、ハイドロフォン、熱画像センサーを搭載し、水中で3ヶ月沈んで指示を待ち、必要な時に起動して水中から攻撃できるとのことで、クリミアでの作戦を想定しているほか、クリミア大橋の破壊も想定していると考えられます。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を掲載し、ニコニコ動画では過去動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。